皆さんこんにちは。ミツバチハニーのルミです。10月になりました。今紅葉真っ盛りでとても綺麗ですが、でも実はとても寒いです。気温が4度というと冷蔵庫より低い温度になってしまいます。今はシュガーウォーターを与えているんですけれども、2対1で作るようにしました。なのでかなり濃い液体をあげています。あとかなりアクティビティも盛んになってきて、イエロージャケットという蜂が巣の中に入ろうとしたり、あとオスの蜂を自分たちの巣から出そうとしてバトルが繰り広げられています。昨日巣門ですね、巣の門も狭めることにしました。なので少し巣の中に入るのが難しくなって、門の前にかなりの蜂がいるようです。それでは今からシュガーウォーター2対1をあげていきたいと思います。黄色と黒の縞模様がはっきりしている蜂が混ざっていますが、これがイエロージャケットという蜂です。この蜂はミツバチのコロニーを攻撃してミツバチの幼虫や蜂蜜を盗んだりします。今ミツバチたちはこのイエロージャケットの侵入を防いでいます。で今気温が9度です。今日行うのはこのトレーに新しくクッキングペーパーを引いて、でマイとダニのチェックをこれから毎日やっていこうと思います。昨日月例の B ミーティングに出席してきたんですけれども、そこで会長さんにどうやってマイトを見分けたらいいかっていうのをちょっと聞いてきたので、毎日観察してくださいっていうことだったので、これからちょっと毎日観察しようと思います。今クッキングペーパーに、これは油ですね、油を引いて、この上にマイトが落ちるカウントをしていこうと思います。これが24時間経ったトレーの様子です。1日後だと落ちているものが少ないのでダニも分かりやすそうです。先月はトレーを入れっぱなして1週間後ぐらいに見たんですけれども、正直ダニを見分けるのがすごく難しかったです。そして実際にダニが動いているのを見ることができました。これがバロアマウントです。ミツバチリピータダニです。触覚が動いているのが分かるかと思います。マイトのチェックをしようと思ったんですけれども、今気温11度ですごく活発にミツバチたちが働いているので、もう少し後でにしようかなと思いました。この状態で作業すると多分気が立っている蜂たちにまた刺されそうなので、ミツバチたちが巣箱に入った夕方にスクリーンボトムのトレイをチェックしてマイトが落ちているかどうかを調べたいと思います。1匹の蜂に数匹が群がっているのですが、これは
オスのハチがメスに追い払われている状況のようです。でもオスは必死に巣箱にしがみついているように見えます。ハチの世界はなかなか厳しそうです。今日はこのキルトボックスに油を塗りたいと思います。でこれが、キルトボックスという箱なんですけれども、この中におがくず等を入れて冬の防寒対策に使います。でここに穴が開いていて、ここからベンチレーション、空気が通るようになっています。今回はペイントではなくてタングオイルという切り油を使ってプロテクトをしたいと思います。それでは早速始めたいと思います。これがタングオイルという切り油なんですけれども、これを塗ることで木の補強になったりプロテクトになったりするということなので、これを使いたいと思います。水っぽい匂いがしました。色は透明な黄色です。今タッパーウェアにこの油を入れて、こんな黄色い感じの油ですね。で薄い色なのであんまりわからないですね。やっても若干わかるかな。ちなみにこの穴のとこには、ワイヤーメッシュが貼ってあります。今気温が15度あるんですけれども、寒いのでちょっとフーディーをしてきました。で、太陽も出てないのであんまり乾きも良くないみたいなので、一回コーティングをして、でまた2回目は明日やりたいと思います。多分乾くのに少し今日は時間がかかりそうなので、一度今これを塗ったんですけれども、一回コーティングで今日はおしまいにして、で明日また塗りたいと思います。でキルトボックスの中には蜂は入らないので、中塗っても大丈夫かなと思って、中も今回は塗って木を守るっていうことで、プロテクションのためにこのオイルを塗りたいと思います。これが昨日切り油、タングオイルを塗ってから1日経ったところです。だいぶ油は中に浸透して完全に乾いているので、今日は2回目のコーティングをしたいと思います。またこの切り油ですね、タングオイルをやっていくことにします。使うのは T シャツの切れ端です。一度塗ってあるので色はあまり変わらないようです。
大な鉢が入り口に張り付いていたんですけれども、大きすぎて中には入れないはずです。はい、今日は10月31日ハロウィンの日ですね。かなり寒いです。もう紅葉も終わりかかって葉っぱがかなり落ちています。朝10時の時点でもマイナス2度で、今、3度ぐらい、気温は3度です。で今日は、キルトボックスの作業をしたいと思います。右の2つは新しく購入して、先日タングオイルという切り油を結局3回コーティングしました。で左側の2つは以前から使っていたものになります。穴が開いていたりしたので、少し補強しながら作業をしたいと思います。でキルトボックスの中に入れるのがこのウッドチップっていう木のおがくずみたいな感じですね。大きなおがくずですね。細かいのだとその隙間を通って出てしまうので、かなり大きなおがくずを入れます。でこのおがくずが湿気を吸い取ってくれて、巣箱の中を乾いた状態にしてくれるという働きがあります。それでは今からキルトボックスにおがくずを詰めていきたいと思います。結構大きな穴が結構開いているので、見えます。これまではシュガーウォーターを与えるためにフィーディングトレイを乗せていたのですが、今回これをキルトボックスと交換します。一番上の巣箱にミツバチが全くいなかったので少し焦ったんですけれども、2段目の箱を見たら真ん中にクラスターといって群が集まっていたのでちょっと安心しました。寒いとミツバチたちは塊になっていて刺される心配が減るので、この日は防護服は着ていません。これがナンバー2のハイドになります。シュガーウォーターがまだ少し残って砂糖が残っています。蜂蜜がいっぱいあるのが見えます。はじめは蜂蜜を食べていくはずなんですけれども、今キルトボックスに乗せました。カバーですね。を乗せて、テレスコープカバーですね。を乗せて終了です。これがナンバー3の巣箱になります。
この巣箱はスズメバチとかイエロージャケットに狙われていた巣箱になります。ないので、これは直接このテレスコープカバーをかけます。後でインソレーションの蓋を作ろうと思います。これで終了です。で、最後が4つ目の巣箱ですね。これはスボームして分蜂したのをキャッチした巣箱になります。コロニーとしては一番小さい巣箱です。で終了です。なんとキルトボックスを載せたその夜、10月の最後の日に雪が降りました。載せておいてよかったです。以上が10月に行ったことのまとめです。来月は越冬準備最後の月です。またチャンネル登録をしてみてください。それでは See you in the next video.